素敵なお宅に到着しました。こんにちは。いらっしゃいませ。いきなりカメラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。素敵なお宅。こんにちは。今日は、パリのお友達のアラコさんのお家に来ています。アラコさんはもう本当にパリの中では特に日本人では知らない方はいないっていうぐらいお料理がとっても上手で、もうみんなの憩いの場に家がなるぐらい素敵なパーティーをしてくださる方なんですけれども、ここにアラコさんのお料理も出しておくんですが、アラコさんは、カナダ、シンガポール、パリと3カ国に、フランスと3カ国に長くに住んでいらっしゃって、すごくいろんな国のテイストが反映されたとってもオリジナルな料理を教えてくださるので、今日は楽しみにしています。結構簡単なものを作るっていう風に決めているみたいで、すごく取り入れやすい料理かと思うので、ぜひ見ていただきたいと思います。ちょっとアラコさんに登場していただきます。アラコさんで、アラコさん顔出し NG なんで、こんな感じで、ちょっと顔色が日焼けなさいました？バカンスで。バカンスでおしゃれ。よろしくお願いします。今日はあとは、私のパリの私カメラあんまりできないんですけど、そんな私にもできるカメラ術をいろいろ教えてくださってる先生、カメラの先生のピカヤマさんが今日はカメラマンをしてくださるそうなので、していただきます。ピカヤマさんです。よろしくお願いします。メニューを教えていただいてもいいですか？はい、今日は、はい、特に簡単なものをご用意しておりまして、はい、ビーツのポタージュと、はい、カマンベールチーズとリンゴのカナッペ、あとはナスとフォアグラを焼いたやつ、はい、あとはサーモンと、オレンジの冷製パスタを作ろうと思ってます。そうです。楽しみです。すごい楽しみ。はい、よろしくお願いします。皆様もぜひ作ってみてください。じゃあ早速、はい、お料理始めます。はい、始めます。カマンベールチーズとリンゴのカナスペです。デザート？前菜なんです。前菜なんだ。はい。おしゃれ、すごい楽しみ。私実は30歳までチーズが嫌いで食べれなかったんですけど、チーズ教室の和尚さんっていう有名な和尚さんがいて、質問がいっぱいありすぎてわかんない。フロマージュ和尚さんっていうカリスマチーズ教室の先生がいて、日本にですか？そうです。私のお友達なんですけど。お名前が和尚さん？和尚さん。はい。和尚さんが、美味しいから食べてみてって言って、そのカマンベール・ド・ノルマンディー、ノルマンディーのチーズとノルマンディーの名産のリンゴを合わせると、とっても美味しくなるからって言われて一緒に食べたら、あ、美味しいんだチーズって初めて発見した思い出の前菜でございます。もうその時期はこの組み合わせが大好きで、あまりにも食べれすぎるから、もうノルマンディーっていうあだ名がついて上陸作戦みたいなあだ名がついてました。いいな、いいあだ名じゃないですか。素敵でしょ、ノルマンディー。この組み合わせで食べたことないです。もったいない。人生を損してる。はい。今日はぜひ召し上がってください。嬉しいです。カマンベールド・ノルマンディーって書いてないカマンベールチーズもフランスのモノクロに売ってるのは知ってますか？知らないです。それは 1.9 ユーロとかすごく安い。安いんだ。カマンベールとだけ書いてて、それはそれで安くて美味しいけれど、やっぱりカマンベールのノルマンディーが、カマンベールとノルマンディーが美味しい。ございます。で、このマークがついてたら美味しいよってその和尚さんに教わったので、大体このマークがついてるのを買うようにしてるんですが、フランスはもうこのマークがついてる食べ物が多すぎて、どれを選んだらいいか。チーズ以外にもついてるんですか？はい、ついてます。なんかその伝統的な製法で作られたものについてるマーク、なくてもいいんだけど、食べるときにチーズだけだとベタベタしてしまうので、下に敷くクラッカーです。マルチシリアルのクラッカー。はい。今日はパン型なんですけど、別にクラッカーでもいいし、クッキーでもいいし、薄くてあんまり邪魔をしないものであれば何でもいいです。はい、3枚か4枚並べてもらっていいですか？はい。私はその間にリンゴを切りますね。はい。
なんかこれなんか夜ちょっと飲みたい時とかにも良さそうですね。そうそうそう。切ったら色が変わっちゃうので、はい、レモン汁を振っておきます。別になかったらなくてもいいです。はい、すぐ食べるんだったらいらない。そういらない。でも私はちょっとこのレモンがかかったリンゴって美味しくて好き。ね。先にチーズを加えてね。はい、先にチーズ。はい。オープン。小分け銀貨みたいなのがあんまり。すごい香りがすごい。芳醇な香りがする。日本の小分けになってるカマンベールと全然違う。でさっきのリンゴと同じか。まあ、ちょっとチーズの方が多い方が。美味しい。美味しそう。もうこのチーズだけでも美味しそう。で結構これだけだと癖が強くて、私ちょっとカビ苦手なのよねっていう人もリンゴと上からあと蜂蜜をかけるんですけど、いやー美味しい。美味しく食べていただけると思います。洋梨もいいんじゃないですか。洋梨も美味しいね。ね。いったよね。ね。くるみ入れます。くるみ。これは味がついてるんですか。これついてない、何にも。くるみを埋め込む。埋め込むぎゅ。すごい。何育ててるんですか。育ててないんだよ。これお外に置いてるだけ。セルフィーユと。そうですそうです。ディルと。お外に置いてあるんだ。そう、外が今涼しいから。冷蔵庫よりも暖かいし、部屋の中よりも涼しいから。すごい生活の知恵。これずっと置いとくんですか。使い終わるまで。ずっと置いとく。でもなかなか使い終わらずに、しおれてきちゃったっていう時にもう全みじん切りにしてパスタとかに入れて食べちゃいます。でも枯らすこともちょくちょくあります。すごい。なんかパリってすっごい大量にハーブ売ってるじゃないですか。もう今度食べれないっていうぐらい。でも冷蔵庫入れとくとすごい元気なくなっちゃうから。そうなんですよ。そうなんです。いいこと知りました。お水につけてね。やります。はい。アラコさんはこういう盛り付けもすっごい上手だから。いや、好きなんですよね。こういうちまちまってことが。お家に来るといつもちょっと手伝ってって言われるじゃないですか。すごい緊張します。本当？そう。なんで？だって上手だからせっかく作ったお料理を壊したらどうしようと思って。そう、この上だけでいいよ。いいですか。はい、完成でございます。完成。自分の料理のように持ってるけど、すごい美味しそう。あとこれはちょっと外国ではあんまり手に入らないんですけど、日本で売ってる六助のお塩っていう美味しいお塩。大好き。私もこれ娘もおにぎりにこれつけるだけですごい食べるから。昆布とか椎茸とか。ご飯が進んじゃうよね。ホタテ貝も入ってるんだ。お出汁の味がちょっとだけします。でもそんなに主張しないので、イタリアンでも洋食にでもどんどん使ってます。パスタとかめっちゃ美味しくなる。そうなんだ。やります。はい。これ切ります。これでちょっと注意していただきたいのが、とんでもない血しぶきが返り血を浴びます。飲む血液。すっごい体にいいんですか。そう、もうめちゃくちゃ栄養の塊らしくて。なんかそういうの聞いたことあるかも。このぐらいの大きさになったら、ミキサーに投げ込んでやります。この上だけ。フードプロセッサーでもできますか。フードプロセッサーでもできます。柔らかいからいける。いけるし、バーミックスみたいなバージョンのやつでもできます。これをビーツ入れて、でお好みなんですよ。私はだいたいビーツと同じ重さだけ入れて、ちょっと重ための。もうなんかすごい色が綺麗ですね。これで回しちゃいます。ビーツって本当貴重ですよね。こういう色ってあんまり料理でないね。ないから。鮮やかな色が。お塩どのぐらい？一つまみ。一つまみ。これは後から味足りなかったら調整する。はい。そして混ぜるだけ。すごい、めっちゃ簡単。めっちゃ簡単でしょ。もうできました？はい、完成です。早い。まだ白い粒々があるんだけど、今から火にかけるとこれは溶けてなくなるので、ちょっとだけ火にかけます。火にかける。
すっごい綺麗な色。で今この白いつぶつぶがあるじゃないですか。そのバターが溶けるともっと色がねツヤっと濃ゆくなる気がします。へえ。弱火で。はい。強火でもいいよ。強火でもいい。一瞬だけ。一瞬だけ。白いつぶつぶがなくなるだけ温めればいいから。はい。この白いつぶつぶがなくなるまで加熱して混ぜます。あ、すごい消えてきた。あ、もう消えましたよ。じゃあ OK です。 OK。 あら綺麗な。綺麗。はい。美味しい。すごい甘い。先生、塩の味はどうですか？先生ちょっと薄い感じがします。はい。できました。できました。美味しい。すごい美味しい。これじゃあ盛り付け。はい。はい。熱いのも盛り付けちゃっていいんですか？なんか熱いって言ってもバターが溶けるまでしか加熱してないので。はい。そんな。触れるぐらい。わあ、そっか。お玉持ってこようか。はい、お玉で。はい。すごい色綺麗。テンション上がりますね、これ。綺麗。すごい綺麗。飾り用に生クリームをちょっとだけ。生クリーム。はい。タラ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 。あ、でディルですね。はい、私の大好きなハーブのディルです。あこさん大好きなディル。すごい綺麗。ちょっと多めになって。胡椒のミルが、わ、すごい電動。すごい。はい。これ冷やすんですか？どっちでもいいんです。そのまますぐ食べてもいいし、冷やしてもいいし、今の胡椒とか生クリームはもう食べる直前にしていただいたらいいので、グラスに入れた状態で冷やしてもいいです。どっちでもお任せ。あったかいのもすごい美味しかった。ね、あったかいのも美味しいですよね。今日は冷やしますか？今日は冷やします。ね、あったかいからちょっと。はい、冷蔵庫に入れます。冷蔵庫入れます。できました。じゃあ次は何ですか？サーモンとオレンジの冷製パスタです。美味しそう。私はもう麺が大好きで、もうとりあえず棒状の長いものであればもう何でも大好き。まずオレンジ切ります。オレンジ、はい。ほら、あ、そんな大胆に切っちゃうのっていうぐらい大胆に切ります。で、これをギューッと絞って果汁を取ってもらっていいですか？なるほど、ここの部分を果汁用にするんだ。そう。で、このちは普通にリンゴの皮むきと同じ要領です。はい。カルチャに。あ、そう。カルチャに取るわけですね。なんておしゃれな言い方。カルチェカット。フランス語の多分カルティエカルティエカット。カルティエカットだと思います。料理学校に行ってる時にこれ練習結構あって、カルチェに取るって言ってました。で、こうそう、それです、それです。で、ここにごめんね、怖いね。いいんですね。で、ここもこんなに身を残してもったいないって言われちゃうんですけど、後でこれをギューッと絞ります。なるほど。おお。跳ねた。はい。サーモンとオレンジも、さっきのリンゴとカマンベールみたいに、すごい相性が良くて、複雑な味が生まれて、なんか特殊なことをしたような味になるんですよ。なんかリサちゃんのほらごちそうサーモンマリネありがとうございます。やってもらっても全然。あれにね、オレンジをまた入れてもそういいんだ。美味しいと思いますよ。サーモン切ります。一口ぐらいに切ります。カッペリーニ茹でてます。これ表示通りの長さに茹でますか？1分長く茹でております。1分長く。はい。締めるとね、硬くなっちゃうから、冷製パスタは1分長く茹でるのがいいんですよね。お母さん強い。そう、なんかおもてなしってちゃんとあったかいパスタだとすごい
途中で中座してこうやってやめていかないからすごい、クリームパスタとかね、人におもてなしには向いてないね、ショートにしたりとか、こんな風に冷たいのにすると確かにで、うちに来るお客さんなんか赤ちゃん連れの人が多いから、やっぱり赤ちゃんってゆっくり食べさせてくれないから、いつでも後から食べれるよっていう冷たいね。次にちょっとだけ強めにお塩を入れます。これもさっきの六助のお塩です。六助のお塩、これをいいこと聞いちゃった。六助塩でやると美味しいって。そうなんですよ。ここにオリーブオイルを入れてください。全部。はい、全部。軽く混ぜてもらってもいいですか。はい。あらこさんの料理の美味しさには六助塩が結構活躍してたんですね。そうですよ。私は六助の塩の在庫が切れると途端に料理が下手になるというか。すべての料理がまずくなるで有名な六助女ですけど、六助女って何ですか。じゃあ私も六助おむすび女だから。六助おむすび女。おむすび女可愛いな。おむすび女全然可愛くない。ディルもオイルももっと入れたい。そうか。もっと山ほど入れたい。確かにディル私大好きです。この水分がなくなると思います。あ、麺が吸って。へえ。そうするとね。オレンジの爽やかさとサーモンのお出汁とオリーブオイルでとっても美味しい麺に。あと六助塩とね。そうですそうだ。六助の昆布の力で。昆布の力、昆布とホタテと。でもこういうこの洋風なものに日本の和食の調味料とか和食の美味しさちょっと効かせるっていうのすごいいいですよね。すごく主張が少ないけど旨味が深いので、イタリアンとかフレンチとか、フレンチでも結構ね日本食材をたくさん使ってる、お出汁を使ってるとこ多いですよね。でもこっちで日本のシェフのお店すごい人気あるじゃないですか。そういう方々はそういうテクニック使ってるんでしょうね。そうだと思うよ。日本のお出汁のテクニック。なんか抹茶とか柚子とかその分かりやすいものじゃなくて、裏にこう寄り添うお出汁の裏技ありみたいなのがある。でもお出汁入ってるだけで絶対美味しいって思っちゃいますよね。なんだろうみたいな。お出汁なんだけど。お出汁なんだ。ではそしたら今度このお塩を入れて。出ました。電動ですよ。これさ、ここに電気がつくの。へえ、明るくなるんですか。何のためかはわかんないんだけど。停電したらね、これをつけたらいいんだよ。懐中電灯代わり。そう。で、その黒胡椒をたどっていくと、私が言う。この上につけて。怖いです。泣いちゃうね。オリーブオイル入れても良さそうです。まだ優しい感じもある。ああ、そっちを回すんだ。だってさ、これ回すの難しくない？難しい。ね。でやってる間にぐちゃってなっちゃったり、いろんなとこにソースがついちゃったり。めっちゃ綺麗です。いい感じだこれ。わーお。いかがでしょう。わー、すっごい綺麗。ね、色が綺麗だよね。めっちゃ綺麗です。オレンジで。素敵。簡単でした。簡単でしょ。そうなんです。美味しそうです。完成。はい、続きまして、最後ですか、これが。最後です。今日のメインディッシュで、焼きなすびと焼きフォアグラです。へえ。フォアグラは私ね、ダメだから箱を捨てちゃったの、ごめんなさいね。いいね。とんでもない。ピカールで、買いました。もう冷凍して切ったやつ。カチカチの状態でここに入っております。じゃあまだ解凍してない。解凍はしてない。今まさに冷凍庫から出てきた。そうなんだ。解凍しなくていけるんだ。解凍しなくていけます。で、先にフォアグラなんで私は出しちゃったの？見せたかった。見せたかったの、リサちゃん。で、このナスビね。はい。洗ったナスビ切ります。で、なんか水にさらすとか、この辺切ってお味噌汁に入れてください。はい。汁はすべてを包んでくれる。本当にそう。水にもさらしません。すぐ焼いちゃうから。はい。油にさえつけてしまえば、油がアクを持ってってくれる。たっぷりめのオリーブオイルです。はい。火は
中強火。中強火。はい。もう乗せちゃう。はい。で乗せた瞬間からナスビが油を吸い出す。そう、ナスはね結構油吸うから多めに。色が水にさらしたりしないから色が変わる前にもう油でコーティングしちゃうっていう。もうその通りことですね。もうすごいリサちゃん、私が言いたかったことが今なんか全然焼き色ついてないのにもうしっかり返すんかいっていう感じでしょ。でなのでそのコーティングよ、コーティング。油コートする前に酸化する前に油コートしてください。ここでフォアグラ焼いちゃう。おお、すごい。そしたらね、いっぺんにできるんだ。フォアグラがめっちゃいいです。油が出るからその油をナスに吸っていただいて。あー、素晴らしい。しかもフライパン1個でいい。そうフォアグラはうお塩を必ず強めに。ん、なるほそんど。わなにかけるのっていうぐらいかけてください。かりました。なんでなら流れてっちゃうから。本当だ、結構多め。すごい多めです。私の時になんかナスのフライパン、フォアグラのフライパン、ソースとか入れるとすごい大変になるから、一個でできて素晴らしい。出てきた油をナスに。中強火ぐらいで、両面焼き色つけたら OK。そうです。美味しそう。お腹空きましたね。お腹空いてきた。あ、そうだ、大事なこと。何？フォアグラが手に入らない方は、代用は何でしたらいいですか？厚めの豚バラ肉とかで。厚めの豚バラ肉、なんかね、塩腐るよみたいなやつを、ブロック肉をこうちょっと厚めに切って焼いたらいいの。そう、油多めのところをね。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しいよ。フォアグラ苦手な方もじゃあぜひ豚バラで代用してみてください。ナスの方にもちょっとお塩します。で、ナスのお塩はもうちょっとでいいの。なぜならこのたっぷり塩をかけたフォアグラの油で焼いてるから。私ナス料理大好きなんですよ。ナスビって美味しいよね。そう、しかも油をしっかり使ったナスの料理って大好きなんですけど、すごい増えてレパートリーが増えて嬉しいですね。そう、焼くだけナスステーキ。やっぱりいつも和食っぽくなっちゃうから、和食と中華。でも美味しいよね、ナスと中華も。で、私でもナスが好きすぎてちょっとナスに甘いのかもしれない。ナスに甘いけど、私もナスに甘い。いい感じに中まで火が通ったら、このままの状態で置いてきます。火を消して置いてきます。中がトロトロになりますように。ここにさ、さっきカマンベール・ド・ノルマンディーの前菜で使った余ったリンゴがあるので、リンゴをのせちゃいます。はい。うわ、なんだそれ。じゃーん。じゃーん。便利なっていう。っていう名前なんですか？日本の？なんかプロ仕様なんですよね。あ、でも便利な。あ、でも便利な。日本語も書いてある。そう、日本製なんですこれ。日本製なんだ。そう、ほら、このまま。へえ。お水にさらします。へえ。確かにこのままできるからいい。そう、これ便利なですね。便利なでしょ。便利な。すごい極薄にしております。本当だ。いいな、これ欲しいな。そうなの、これいいよ、買った方がいいよ。で、とんかつの横の千切りキャベツとかがさ、もう奇跡的に美味しく。嘘。本当。だってこういう普通のスライサー持ってるんですけど、それよりいい、やっぱり。いい？普通のより全然違うんだよ。私もキャベツの千切りがめんどくさいって。わかるわかる。とんかつとか楽じゃないですか。キャベツはでもなきゃいけないから。そうだね。嬉しい、これ。そうなの。顔。ここにレモン？そう、水の中にそのままレモン入れちゃう。はい、色が変わらないように。別になくてもいいで。なくてもいいです。より綺麗なだけ。そう。もうね、なくてもいいことばっかりやってる人生なんですよ、私は。そんなことないでしょ。余計なことばっかりやってる。なくてもいいけど、あった方がいいことが大事。キャラメリゼされてますよ。ねえ。じゃあ、このナスビを1個。はい。じゃんって置いて。フォアグラも1個。ドーン。なんかちょっとべちゃっと置いちゃったらかっこ悪いから。すごい、なんかドレスみたい、素敵。なんかね、シフォンのドレスのような。これまたいい。これ乗せて。これちぎらないんですね、これは。そう、ちぎらない、散らさない。
で今日たまたまそのザクロがあるので、うん全然これは乗せなくていいんですけど、ザクロってなんかかわいい。ちょっと酸っぱくて、いろんな食べ物に違和感なく存在してくれてるから、ちょっとレモン絞るみたいなそう感覚で。なんかピンクペッパーとかがある人はピンクペッパーでもいいし、バルサミコ酢を、バルサミコ酢。はい、あと胡椒ね。バルサミコ酢ってはい片手でいける。これはね、バルサミコ酢ってシャバシャバのととろっとしてるのがそう、これあるじゃないですか。はとろっとした方がいいんだけど、うんとろっとしてるのってちょっと高いから、うんしゃぶしゃぶを買ってきてね、お家でフライパンにジャーってやって、とろとろにして、それまた瓶に入れて使うのじゃないと思う。煮詰めてねそう水分が飛んでしまう。熟成の度合いで濃度が変わるから、まあちょっと強制的に水分を蒸発させて、これでも大丈夫。うちはたまたまとろっとしたバルサミコ酢があるので、これかけちゃいます。はい。これだけでなんか美味しいし、ごちそうに見えるので。うわー、綺麗。綺麗、レストランみたい。素晴らしい、美味しそうです。映えるよね。映える。今日はありがとうございました。こちらこそイエーイ。いや、美味しい。飲む血液だか飲む血ら。飲む液。血液。でも健康的って感じよりも、本当に普通に美味しい。美味しい。美味しいでバターが入ってるから、飲飲みやすくなる。美味しい。合うよね。合う。これ蜂蜜最高ですよね。なんか蜂蜜がカビ臭さを抑えてくれるから、癖のあるチーズであればあるほど蜂蜜をたっぷりかけると美味しく食べられます。美味しい。